敵陣の突破、振り飛車。今回は振り飛車の敵陣の突破を見ていきます。こちらの局面をご覧ください。銀が6段目まで来ていますね。この後、5五歩と歩を突く手がいい手です。そして、同歩に同銀と銀が5段目まで進んで理想的な駒組みになっていきます。そこで相手は5四歩と銀を追い払いに来ます。この時にまた逃げたくなるかもしれませんが、逃げずに6四歩と突くのがいい手です。この形は居飛車編でもやりましたね。似たような形です。5五歩と銀を取られてしまうのですが、6三歩成とと金を作ることができれば、この飛車もいますし、6筋から、敵陣の突破をすることができそうです。もし、6四歩と突いたときに、5五歩ではなく6四歩と取ってきたら、こちらも自然にね、銀をこう進めます。そうすると、6八に飛車もいますので、6筋から相手の陣地を突破することができそうです。それでは考えてみようのコーナーです。こちらの局面、先手は中飛車になっています。そして相手は居飛車戦法ですね。少しこの敵陣の突破の考えてみようは難しいかもしれないのですが、どんな風に指すと、駒の交換ができるかなというのも合わせて考えてみてください。はい。少し難しかったかもしれません。これは単に5五銀と銀を5段目にね、進めると、5四歩と打たれて、これ以上進むことができません。ここでは少しテクニックを使います。4五歩と一歩突きます。そして同歩と取らせてから5五銀と出ます。そして5四歩と同じように銀を追い払ってくるのですが、このあたり歩の手筋が出てきますね。4四歩とここに歩を打ちます。同銀と取ってくるのですが、そうすると数の攻め、ねここから銀と飛車と2枚利いていて、相手は金1枚なので、ここをね、取ることができます。そして相手は同金と、取りますが、同飛車と金と銀の交換をすることができました。ここで5三歩と打てば、すぐに相手の陣地を突破することはできないのですが、攻めの銀と、ここの攻めの銀と守りの金を交換することができるというのは、先手にとってとても有利なことになります。この金をいろいろ攻めに使うことができそうですね。今日の敵陣の突破、振り飛車編では、自分が振り飛車の時も銀を逃げずに6四歩と突くことで敵陣を突破できるというのを学びました。